しゃー。どこまでをクッキーっていうか難しいですね。ウエハースとかもあるけど、ウエハースはクッキーじゃない気がするのでやめときます。サブレってクッキーかな。でも買おうか。もうあとこのピックアップとノッコを買えば、あとこっちのグテもチョコクッキーっぽいので買います。このねノッコはね前に買ったことあるので味は分かります。美味しい。やばい、めっちゃいっぱい。アホやな。いやもうこんなにクッキー買うのは初めてだ。普通になんかバッグに入れてもらったけど重い。見て、結構な重さなんだよね。あ、それで今46、全部ねモロッコ産のクッキーです。同じメーカーで味違うやつも全部買いました。どれ買えば、どのクッキー買えばいいかわかんないから、なんか結局全部買って味見て確かめようかなって思ったのがきっかけだったんですよ。だってさ、オリジナルとさチョコクッキーどっちが美味しいかとかさわからんくない？食べてみよう。めっちゃチョコ好きっていう人だったらチョコクッキーでいいけどさ、これだ、これとか神経衰弱してるみたい。これがちょっとサブレになるんだよな。この辺サブレ組、サブレ組とクッキー組と、ちょっと分けるの難しいのでだいたい同じところにあったもので固めようかな。美味しいのかな。ちょっと怪しい。食べれるのはあるけど食べれないのいっぱいかも。どうしよう、今日は全部食べれるかな。はい、左からクッキーオリジナルチョコレート何が違うこれ。オリジナルとチョコレートですね。でこれがチョコレートオリジナル。でも種類が違うんですよ。クッキーズとトップクッキーズなんで。でヨークッキー、オレオみたいなやつかな。チョカップのオリジナル。わかんない。でこちら、真ん中上からキングチョコレートクッキー、キングチョコクッキーオリジナルで、こちら、サブレカネルって何でしょう、シナモンかな。これ何わかんないや。でオリジナルで、これはプティハーニーなんだろうこれ。ちょっと待って、なんかバニラフレーバーって書いてる。これもモロッコ産だった。でこれもなんかだね。はい、続きまして右側ですね。タンゴゴー、これもチョコだね。これもタンゴのクッキー、チョコクッキーが多めだね。でノッコ、これはね美味しかったよ。美味しかった。なんか想像のつく味で、ピックアップダークチョコレートヘーゼルナッツオリジナル。これ確かねピックアップ私食べた気がするんだよね。オリジナル美味しかった。はい、ってことでモロッコの全種類クッキーで、ちなみにこれ持って私カゴに入れずになんかこうやって手で抱えて持ってレジに行ったんですよ。めっちゃレジのお姉さんに笑われて「だよねごめんね」っつって言って、で、買ったんだけど、買ってたらなんか1個だけスキャンを通してくれないやつがあって、クッキーでなんか賞味期限切れてて通らなかったのかなと思って新しいの持ってくるよって言ったんだけど、別のおじさんが来てなんか「ちょっと待って」って言われて「なんで?」って言ったらなんかちょっと値段が分かんないみたいなまあいっかと思ったから「いいよ」って言って「ありがとう」って言われたから、そのままなんか買えずもらえず帰ってきたから1種類だけ入ってない。でこれは私がいつも行ってるスーパーマーケットにあるクッキーだけなので、もしかしたら別のところに行ったら他のモロッコ産のクッキーがあるかもしれないんですけど、今回買ったのはこの今お見せした全種類マイナス1ですね。てなわけでクッキーを全種類食べていこうと思うんですけど、食べながらモロッコ生活についてお話ししようと思います。内容的にモロッコ生活で大変だったことと、意外と大丈夫だったこと、意外と良かったことっていうのを話そうと思ってたんです。でもなんかクッキーが今これ18種類あったんですよ。だからちょっとプランをチェンジしてこの6個ずつ3列に並んでるので3種類のテーマで話そうと思います。3種類のテーマで
6個ずつ話そうと思います。まず前提として、私はフランス語を学ぶためにモロッコで3ヶ月語学学校に通ってます。で、今2ヶ月ちょっと経ったんだけど、その2ヶ月の間で私が感じたことを3つのテーマで6種類ずつ話そうと思います。3つのテーマっていうのは何のテーマかっていうと、1つ目がモロッコ生活で大変だったこと。で、もう1つがモロッコの意外と大丈夫だったとこ、意外と良かったところ。で、その3つ目、こうモロッコ生活大変だなって感じた中で、どうやってそれを克服したのかっていうのをお話ししていきます。なのでクッキー1種類ずつでなんか1個を言うみたいな感じでやっていきます。私が2ヶ月ちょっとで感じたモロッコについて18個お話しするので、ぜひ最後まで見ていってください。そしてよかったらコメント残してもらえれば、私も全部確認して返信させていただきます。ぜひね、モロッコに来る時に参考にしてもらったり、あるいは他の海外に行く時にもこう比較しながら参考にしてもらえればいいなと思うので、よかったら参考にしてみてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速、どっちから食べよう？こっちからなんかもう並べた順でこれをいただきます。多分全部食べれないから1枚ずつでいきます。ビークッキーのチョコレート味。ちょっとね、もう夜5時になってるから、夜ご飯が詰まってるので頑張って食べます。いただきます。めっちゃうま、めっちゃ美味しい。というわけで、モロッコ生活で大変だったことの1つ目が治安の悪さで、どんな治安が悪いのかっていうと、大きく分けてそうだな、5つぐらいあって、臭い、汚い、うるさい、客引きめんどくさい、交通ルールが怖いかな。モロッコの首都のラバトの旧市街地のメディナっていうところに住んでるんですけど、そうだな、日本で言ったら何なんだろう、なんかこう商店街的な感じで、市場、なんか私築地市場って行ったことないけど、多分ああいうイメージなんだと思う。なんかパン屋さんがあって、お魚屋さん、野菜屋さんが、お洋服とか売ってるお土産屋さんもあってみたいな。まあそりゃめちゃくちゃ汚いし臭いし、でその狭い道でバイクもブーンって通るからめっちゃうるさいしみたいな、まあそういうとこ。でなんか猫とか犬もいるから、なんか基本的になんか朝とか、臭すぎて吐きそうになる時ある学校通ってて、まあ日本ではあんまり見ない景色だなと思って学校通ってます。で、あとは、ラバトだけじゃなくてマラケシュとかフェズとか客引きがめんどくさいです。客引きじゃなくても顔がさ、めっちゃアジアンだからさ、中国人か日本人かで間違われるな。韓国人に間違われることってあんまりないんだけど、何かしら声かけてくる。すごいなと思う。むしろそうやって全然知らない人に声かけれるってすごいなって思うぐらい声かけてくる。さ、日本人わかんないよ、これ私の勝手な偏見だけど、日本人でさ、こう海外の方が通ってさ、別に声かけなくない？ね、でも客引きで、声かけるはあるかもしれんけど、普通にさ、道歩いててよ、大通りで歩いててわざわざなんか声かける？ウィニーハオとかハローとかこんにちはとか、いろいろ声かけられる。で、私は結構静かに一人で歩いてたい人だからあんま声かけられるの嫌だ。全無視です。この前面白かったのが、私にとってはさ、モロッコの人たち、通る人たちに声かけられるのなんて日常茶飯事というか、1日1回は少なくとも声かけられるから、でも私はもう慣れてるから全無視なのよ。で、多分友
達、語学学校の友達はアメリカ人なんだけど、あんまり多分声をかけられないんだろうね。でこの前ハロウィンの時2人で道路を歩いててさ、めっちゃバリバリ男の人がバーって声かけてきたの。でも私ガン無視して普通に2人でこう歩いてったのね。そしたら友達が「なんかさ今言ってなかったね、なんか言ってなかった?」みたいな「聞いてた?」って言われて、聞こえてたけど、全然全無視みたいな「何あれ今の?」みたいな「よくあるよ」みたいな話をして、なんかちょっと違いを感じたっていう出来事がありました。多分アジアの人がモロッコにいるっていうのはすごく珍しいんだろうなって感じた出来事でしたね。であとは交通ルール、基本横断歩道の赤信号青信号無視だし、車もなんか車線無視だし、警察たまに道路のど真ん中立ってる時あって誘導するんだけどあんま使えないし基本歩くに関しては赤でも渡って OK です。安全に渡れれば、警察も目の前にいても渡ります。問題ない。でもなんかそれは私はちょっと大変だったなって思う。こうみんながもう渡る時にさ、私はずっとなんか賢く待ってんの、青になるのを。なんか恥ずかしいなと思いながら立ってるけど、でも私は安全第一だから絶対に青になってから渡ろうと思ってる。青になって渡ろうと思っても車をブン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 通る時あるから本当に危ない。2つ目、さっきのオリジナルバージョンです。2つ目は、もうこれね何度もねやられてる。クレジットカードが使えないです。本当にクレジットカード使えない。今日もあったんだけど、今日も韓国料理屋さんに行ってマシーンはあるんだけど動かないからごめん現金で払ってって食べ終わった後に言われるの。今日持ってたからいいけど普段持ってないから困る。本当にマラケシュに行った時になんて場所だったか忘れたけど博物館みたいなところに行こうと思ってチケット売り場までバスに乗って行ったのよ。そしたら現金しか無理って言われて、うわ現金持ってねと思ってさ、足りなくてで入れなかったっていうこともありました。交通機関系は全て現金だし、唯一電車がクレジットで買えるかなっていうところですね。あとはマクドとかバーガーキングとかそういうチェーン店系はちゃんとクレジットが使えます。で物価に関しては言うてそんなに日本と変わらない。本当に変わらないと思う。特にご飯系はだいたいランチ2000円ぐらいするし、何が安いって交通機関が安いっていうぐらいの違いじゃないかな。タクシーだと1000円2000円日本でするところが100円とか数百円でいけるかなみたいな感じだし、バスも100円弱で乗れるし、電車も路面電車とかだったら1時間以内は100円とかで乗れるしみたいな。交通機関は安いけどご飯系はそんなに変わらない。3つ目、ちょっと時間かかりすぎてるからパッパッパっていきたい。パッパッパっていきます。3つ目はもうね皆さんねご存知だと思うんですよ。もうお手洗い、もうトイレもうトイレですね。もうねホームステイ先のトイレも含めどこもまともなトイレがない何かしら欠けてます。トイレットペーパーがない、水圧が弱くて水が流れない、詰まってる。どこの女子トイレも混むで、しかも日本だったらちゃんと一列に並んでるからさ、次自分の番だって、次空いたら自分の番だってわかるけど、モロッコのトイレの並び方がバラバラなのよ。そのドアの目の前に立って、次私はここに入りますよっていう主張で目の前に立ってるおばさんもいれば、おばさんとか言ってマダムもいればなんか水道でこうやってさ、なんかメイクとかしてさ、手とか洗っててさ、もう終わってる人やなって思うような人がパッて振り返って開いたらさーって入ったりするから、あんたも待ってたんかいみたいな。
私入ろうと思ったのにあんた待ってたんかよ私より先にみたいな感じで、なんかあれ次私入っていいのかなみたいになっちゃう。モロッコのトイレは絶対ティッシュ持ってってください。で例えばだけど電車の時間があるとかだったら少し早めに行って早めに並んでおいた方がいいです。特にフェズまあラバトもそうかな。4つ目ご飯ですね。ご飯は私ですよ、私の好みはパンかご飯派で言ったらご飯派なんですよ。だからモロッコってパンと豆類が主食はパンで、豆料理とか食べるんですね。有名なタジン鍋、蒸し野菜とか蒸し鶏とかがある鍋があるんですけど、そういうのを全部手で食べるんですよ。こうパンでじゃがいもとかもこうすくってこうバグって食べるみたいな。なんかそれが私できなくて難しくてさ、落ちるみたいな、こうやってさ取るけど落ちるみたいな感じだから、いつもフォーク借りてフォークでグー食べてパン食べてみたいな感じでやってる。それは大変、なんか初めはこれ合わせなきゃいけないかなと思ってやってたんだけど、もう途中から普通にホストマザーにフォーク使いたいって言ってフォーク借りるようにした。あとは夜ご飯がとてつもなく遅い。毎日21時に夜ご飯を食べてます。いやもうパンとかだよ。もう胃の消化される前に寝るからさ、私なんか毎朝しんどいまあそれはねもう大変だね。今ももう少し早く食べれたらいいなとは思うけど、モロッコだと当たり前だし、私はまだ21時だけど他のホストファミリーとかは12時、夜の12時とか1時とかに食べるらしいから、まだマシだなって思って。朝起きるのは普通に7時とかなのよ。5つ目、これ絶対オレオみたいなやつだよね。3枚入ってる。5つ目は、今の話にちょっと近いんだけど、ホームステイでの生活ですね。一人暮らしを大学生から7、8年ぐらいしちゃってたから、好きな時に掃除して洗濯して炊事とかをしてたので、時間に縛られる感覚があって、最初は少ししんどかったかもしれないです。例えばそのさっきの夜ご飯が遅いとか、モロッコ来る前あんまりご飯食べてなかったんで、なんかご飯を毎食3食食べるっていうのもちょっとしんどかった。でも今はもうさすがに慣れたし、ちょっとこう調整自分でもしてる。あとは今ね、これちょっとさ上向けるんだけど、ここわかる？上穴開いてるんですよ。隣のさ弟くんのさ部屋と筒抜けなの。音も全部丸聞こえ今こうやって喋ってるのもボリボリ食べてるのももうリビングにも丸聞こえ。家もなんか上にも隣人がいて、隣人の声も丸聞こえだから、ちょっとこう静かじゃなかったから少しストレスになる時も今はあります。洗濯回数が少ない。お洋服洗う出したら1週間後に帰ってきます。2日おきに洗濯をしてた人間なので、出すけど帰ってこないなみたいな。そんなに多く服持ってきてないから困ってた。6つ目はね、もうこれ本当にモロッコ来て知った。いやこの前のさお菓子食べる動画でもあげたんだけど、とにかく仕事ができない。仕事ができないっていうのはどういうことかというと、電波が悪い、 Wi-Fi がつながらない。基本カフェなんだけど、どこに行っても BGM がうるさい。でワークスペースがあまりない。ワークスペースがあっても値段が高かったり、オープンスペースだからプライベートスペースがない。カウンセリングとかセッションとか講座をする私としてはきつい。
唯一図書館にあるカフェが BGM 流れてなくて、割と静かにできるので、唯一そこですね。家も電波悪いので、本当に仕事にならない。なんかこれちょっと違う味がする。チョコとチョコクリームなんですけど、なんだろう、ちょっとアーモンドっぽい味がするのかな。ではこちら左サイドの6種類すべて終わりました。次真ん中の6種類攻めます。で真ん中のテーマが意外に大丈夫だったこと。今これきついなキングチョコレートクッキーオリジナルバージョンです。意外に大丈夫だったことは言語ですね。モロッコはアラビア語、フランス語、ベルベル語、民族の言葉でベルベル語っていうのがあるのと、でほとんどの人が英語喋れます。観光地だと特に英語喋れます。私ももともと英語とフランス語は日常生活ぐらいには喋れて、フランス語はちょっと単語量が少ないので英語よりは弱い。英語の方がやっぱ強くてフランス語の方が弱かったんですけど、以前の動画で交通事故に遭った話と、あと不審者に追いかけられたっていう話をしたと思うんです。とご存知じゃない方、ぜひ概要欄に貼っておくので見ていただけると分かると思うんですけど、そういう緊急事態があった時に基本的にはフランス語で私もコミュニケーション取るようにしてるんです、練習のために。でもそれなんか緊急の時にやっぱり私もとっさに英語の方が説明しやすいし、英語の方が突然バッて出てきちゃうから、そんな中でみんな英語が喋れるっていうのはめちゃくちゃ助かりましたね。日本語喋れるが一番助かるんだよ。やっぱフランス語で説明するよりは、英語の方が確かなことを伝えられるし、私のちょっと問題としては英語喋ってる時すごいフランス語が出てきてしまうっていう問題があるんですけど、相手もフランス語喋れるから、なんか英語喋りながら英語では何て言えばいいか分かんない時フランス語に切り替えてとかで、フランス語も全く分かんないってなったら英語に切り替えてみたいな、そういうなんか柔軟性があったので、言語は本当なんか何言ってるか分からなくて生きられないとかはないですね。生活する上では全然問題がなかったです。すごいクランキーなチョコだね。ナッツ入ってるのかと思った。2つ目っていうか7つ目 ?8 個目か、8個目意外と大丈夫だったこと、2つ目はご飯です。間違いなく美味しい。想像してたよりめちゃくちゃ美味しかった。ホームステイのマザーも美味しい料理を作ってくれるので、本当にご飯は困ってない。もちろんね、わがままを言えば日本食の方が美味しいですよ。でも許容範囲ってあるじゃないですかご飯に対する、そこのちゃんと範囲内にはいるので、モロッコの有名なタジン鍋もクスクスもハリーラみたいなスープも、ビサラっていうスープとかも、アラビア料理とかも結構美味しい。3つ目、これはね、なんかサブレって書いてる。何なんだろうこのカネグって。パッと見はシナモンなんだけどな。と3つ目が買い物ですね。意外と大丈夫だった。買い物の何が大丈夫だったと思うと思うんですけど、シナモンっぽいな。あれです。なんか欲しいなって思ったものは割とすぐ買える距離にあります。私はね、偶然そのメディナっていう中心地にいるから買い物困んないんだけど、田舎とかになると難しいかもね。お店も結構揃ってるので、電化製品とか日用品とか、こういうねクッキーとかもなんかお腹空いたと思ったらすぐ買える距離にあります。割れてる。いただきます。なんかこれちょっと癖あるんだけど私は好き。
さ、あれなんていうビスケットだっけ。なんかサブレっていうのあるじゃん。丸いやつに砂糖がまぶしてあるやつ。サブレっていう名前だったと思うんだ。それにめっちゃ近い。最高。これ美味しいや。一応 Amazon もあるけど、あんまり主流じゃないかもしれない。ネットショッピングをできるような環境には私はいないかな。ちょっと中心地、もうちょい中心地に行けば Amazon の建物あったから、荷物の受け取りとかやるオフィスみたいなのがあったから、あるにはある。あとグロボっていう Uber Eats みたいなやつもあるし、Uber Eats みたいなのもある。結構グロボは皆さんよく使うっぽいですね。4つ目は意外と大丈夫だったことは治安です。さっき治安悪いってなんかうるさい臭いみたいな汚いみたいなこと言ったんですけど、危険度死を感じるような危険度っていうのはないと思います。みんなね、本当に親切で優しい人ばっかですね。大半はほとんどがそういう人、優しい方々ばっかりです。めっちゃいい香りする。なんだこれ。バニラの味だ。美味しい。なんかスリとかも多いって思ってたけど、全然そんな感じはないし、正直自分はめっちゃ気をつけてる。スマホとかもう両手で絶対持つようにしてたり、電話とかも絶対片手で持つんじゃなくて、もうこうやって持つようにしてたりとかして、絶対取られないようにしてます。お手洗いに行く時も必ずパソコンとかスマホ、財布入ってるカバンは一緒に持っていくようにしてます。もう場所取りはなんかこういうペットボトルの水とかに取られてもいいもんをバッて置いていくようにしてます。でちなみに語学学校の友達はそうやって電話してて、で後ろから来たバイクにバッてすられて、取られました。ドイツ人の子だったんだけど、でも語学学校の先生の一人が使わなくなったスマホがあるからって言って貸してあげてて、で SIM 入れて彼は 2,3 週間ぐらい過ごしてたのかな。そういうなんか助け合いの精神とかもある国民性だなって思いました。すごい親切だよね。5つ目、意外と大丈夫だったこと。5つ目は水です。これもサブレだ。あれ何の香りだったんだろう。ごめんなさい、これ私バニラだと思ったけど、多分ミルクっぽい。で確かこれがバニラだったと思う。多分バニラですね。いただきます。さっきのとめっちゃ味一緒めっちゃ味一緒でした。5つ目は水です。水道水。やはり私が住んでる旧市街地メディナの水は味が違いました。飲めなかった。飲めないと思う味だった。でも現地の人たちは水飲んでますね。水道水を飲んでます。飲めるよ、ラバトの水は飲めるよって言われて飲んでみたけど、いや明らか味違うわって思うような味だったんで、私はもう毎回水を買ってるんです。だけどメディナじゃなくてちょっと離れてアグダルとか、語学学校があるちょっと中心地の方に行くと水道水の味は全然大丈夫でしたね。でモロッコの水は 1.5 リットルでだいたい70円ぐらい、70円弱ぐらいかな。私いつも6本セットになって28ディラハム、だいたい400円ぐらいの水をまとめ買いしてます。で、これも同じ 1.5 リットルのものです。各水味が違いますね。はじめこれ私も味ちょっと違った。
ちょっと安めのやつ買ったんですけど、味がちょっと違って、でも飲んでるうちに慣れてきて、今はもう安いのでずっとこれで買ってます。で意外と大丈夫だったこと、合計12個目ですね。あ、これちっちゃめだ。と6個目は交通機関です。電車、バス、タクシー、先ほどもお伝えしたんですけど、割と安い、日本と比べてかなり安いので、でやっぱ現地の人でもタクシーは危ないとか、バスは人がいっぱいだし時間通りに来ないからバスはあんま乗らない方がいいとかあるらしいです。タクシーより電車の方が安全だよとかも言われるんですけど、バスよりタクシーの方が安全とか安いです。で正直私もタクシーも電車もバスも全部乗ったけど、もう一回乗る自信は本当にない。仕方なくは乗るんですよ。で友達ともたまに乗ったりはするけど、乗らなくていいならできるだけ乗りたくない。乗ってた以上に大丈夫だから、すられたとしても正直日本円にしたらもうそんなになので、安全代としてもう払おうっていう域ですね。その代わりが、ONCF っていう電車とか、TGV っていう電車とかはちゃんと受付でお金払って乗るので、一番それが安全かなとは思います。でタクシーはやっぱり、ちゃんとしたおじさんとかはちゃんとした額で請求してくれるし、あるいはもうメーター使ってって、メーターちゃんとゼロにしてから始めてとか言って、でそこからスタートした分を払うとかなんだけど、たまにアラビア語喋れるとかふっかけてきて喋れないってなったら倍以上の額請求してきたりとかするおじさんもいるけど、その時ねちょうどアメリカ人の友達がいて、その女の子がめちゃくちゃかっこよくてさ、ありえないからみたいな、そんな額ありえないからって言って正規の額を渡して普通にタクシー出ましたでも何にも言われなかった。だからやっぱ強気で行くっていうのも大事だなって思いました少しレモンの味がしましたね。ちょっとレモンの味がする。美味しい、さっぱりしてよし、真ん中の列終わった。そして今誰かがシャワーを浴び始めた最後の列3つ目いきます。3つ目はなんかそういうなんていうの、やっぱ文化の違いとかで大変なことをどうやって乗り越えたのかっていうことについてお話ししていきます。まず1つ目が、そうですね、もう1つ目は慣れっすね慣れです。もうなんかもうこういうもんかっていう、こういうもんかって思ってます。本当に臭いのも汚いのもそういうもんなんだって思って言い聞かせてます。あとはこれからね、私がまだ何十年も生きるとして、そのうちの3ヶ月って思えば短いし、なんかいい経験だなって思ってます。今のは一番ちょこちょこしいちょこちょこしいってなんだよ。2つ目、どうやって乗り越えたのか。2つ目は自分でできることは自分でやるようにした。例えばだけど、さっきの洗濯物をなんか1週間後に帰ってくるから服がなくなっちゃうっていうのとかも、自分で洗濯っていうか自分で手洗いをして乾かしてみたいなことをするようにしました。だって着たい時に着たい服がなかったら困るから、それも全部ちゃんと計算して、この日旅行行くからこの服欲しいよな、じゃあ今これ必要だよなってとかで、ホームステイ先とかモロッコの人たちの文化とか習慣っていうのを私がなんか変えろっていうのは違うから、そういう風にみんなやるんだ、こういうのが文化で習慣なんだって思うと、それを尊重した上で
自分で何かできることあるかなって、自分はこうしたいと思ってるから何をすればいいんだろうっていう、そのなんかギャップを埋めるようにしました。3つ目と、もうホストファミリーとか、語学学校の先生とかに、聞きました。こういう文化なのとか、モロッコの人たちはこうするのとか、ここでなんかルールあるのって聞いて、なんか相談したりして、なんか知ってったって感じ。なんかネットの情報って別に正しいけど、正しいこともあるけど、なんか古い情報だったりもするし、実際にタクシーの値段とか、ブログに書いてることと、実際私が現地で聞いたことって違ったんですよ。なんかその違ったっていう例を YouTube 別の動画で上げてるから、それも概要欄貼っとくんで、よかったら見てほしいんですけど、すごくホームステイ先の方々も、さっき言うの忘れちゃったんだけど、すっごくいい方たちなんです。もう大好きなの、私。もう可愛いしか、もう可愛いのも、息子たちもパパもママもお茶目というか、めちゃくちゃ可愛くて優しくて親切で大好きでさ。だから、語学学校の先生たちもほんと親切。もう女性として超かっこいいのね。もうママ。で、めっちゃ好きなんだよ。だからこそ、私はなんか相談したり、こういうことに悩んでるっていうのを言うようにした。だったら、なんかちゃんと教えてくれるし、なんか励ましてくれるし、みたいな感じだったかな。さっき大変だったことには入れなかったんだけど、私語学学校のレベルが、クラス分けが、正直、なんか難しかったの。めちゃくちゃ授業内容がめちゃくちゃ難しかったの。だから先生にめっちゃ正直に言ったのね。本当に何言ってるかわからないって言って。そしたらなんかちゃんとその親身になって話聞いてくれたし、で学校も楽しいし先生も好きだけど、難しすぎてわかんないっていうのもホストファミリーとかにご飯食べる時に話したりとかして、で一番いい選択っていうのをなんか教えてもらったりとかして、一人で悶々と抱えるよりは思ってることとか自分から言うようにしたかもしれない。私にしては珍しかったね。だからなんか話すからさ、先生もさ、私のさなんか気持ちを分かってくれるじゃん。なんかそれが良かったなって思う。でこのチョコめっちゃ美味しい。やっぱこれめっちゃ好きやわ私。ちょうどいいチョコの味とちょうどいいクッキーなんだよ。これが一番おすすめ。今食べた中で買うならこれです。その不審者に追いかけられた時も、ホストファミリーとかにも話したの。実はこういうことがあったんだっていうのを帰ってから話してだったな。残り3つ。ダークだったっけ、私さっき食べてたの。こうだったかな、ちょっと忘れちゃった。順番ヘーゼルナッツだったか。ダークだったね。さっきダークでしたね確か。これから食べますと、そう4つ目がこれと、今のに重なるんだけど、で日本の友達に連絡した。お友達になんか相談したり、でかいこれさ、最後にさ、これさしんどくない？割っていい？割っちゃダメだよね。ね、ダメだよね。食べるね。いただきます。いいじゃん。美味しい。私やっぱなんかこういうチョコクッキーなんかこう挟んでるやつ好きなんだよね、すごく。ラングドシャとか。友達に連絡した。いや、なんか私すごく嬉しくてありがたかったのが、なんか話したいとか聞いてほしいとか連絡したいと思う友達が日本にいるっていうのがすごく嬉しかった。ちょっと苦しい。マジでね、パンばっか食べてるせいかお腹がね、ちょっとぽっこりしてきちゃったんだよね、すっごい。苦しい。ダメだ。ごめんなさい、これちょっと半分に割らせていただきます。半分っていうか3分の1ぐらい。で、5つ目は、できる限りもう好きなことをした。なんかこう慣れない文化で慣れない空気であんま何もしたくなかったんだけど、でもせっかくのさ、なんていうの、経験というか貴重な場所にいるわけじゃん。
だから日本ではでもこういうね、日本ではやらないこと、同じなんかスーパーのクッキー全部買って食べますみたいな日本じゃ絶対やらないから、なんかそういうやらないなって自分が思うこととか、あと、今やってるんだけどメディナ旧市街地の中にあるパン屋さんのクロワッサン全部食べるとか、日本じゃやらないじゃんそういう日本じゃやらないこととか、そのクロワッサンの動画はね、どうなんだろう、こっちのクッキーが先に出てるかクロワッサンの動画が先に出てるかちょっとわかんない、私の編集次第。日本ではやらないよなって思うこととか、これちょっとクッキーの味が違う、さっきのと多分ヘーゼルナッツ用に合わせてる。ヘーゼルナッツのナッツが入ってるわけじゃなくて、ヘーゼルナッツの風味が入ってるって感じ。多分潰されてるんだと思う。で、あとは行けないところに行くようにした。日本からだと遠いよなとか、なんかモロッコだから行けるよなって思うような、例えばサハラ砂漠とかモロッコの観光地で行きたいなと思うところは行くようにしました。なんかそしたらさ、ちょっと気分転換にもなるし、モロッコの知らないところも知れて楽しいなって思えました。今週末もシャフシャウエン、モロッコといえばみんながイメージする青と白の建物でめっちゃインスタ映えする場所、なんかそのシャフシャウエンに行くのと、あとタンジェっていうスペインに一番近いところですね。そこに行きます。最後6つ目、最後6つ目は大変だったとか難しいなとか合わないなっていうのはもう寝ました睡眠睡眠です。はい、寝て現実逃避をしてました怒られそう。もうね、ひたすら何もしない、寝たりネットフリックスとか YouTube とか、ただただひたすら怠惰な生活を送って現実逃避をしてました。オリジナル味ちょっと違うけど、この3つの中では私は一番好き。でもこれとねちょっと食感が似てるんだけど、私はこっちの方が好きです。全種類食べ終わった。よし、全種類1枚ずつ食べ終わりました。ちょっとここら辺怪しかったんですけど許してください。ちょっとなんか自分でもよくわかんないけど、なんか全部クッキー買って全部食べたら面白そうだなと思って、でどうせならモロッコ生活について話してみようかなと思って動画撮りました最後までご覧いただきありがとうございました。こんな感じでのんびり元気に過ごしてますはい、懲りずに今後も動画を見ていただければ楽しいですし、チャンネル登録まだだよっていう方はぜひともお願いします。というわけで、なんかモロッコのこれが知りたいとかあればコメント欄に質問くださいそしたらなんかそれコメントで返すか、コメントで返信できればするんですけど、動画にしたら面白そうだなと思ったら動画にします。ぜひご協力いただけると幸いです。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。